りがとうね。気張りすぎずコキらしくこれからもいてください。メンバーへということで、今はねこうスターリーの皆さんの質問を募ってそれに答えていったんですが、今回はまあちょっと僕の要望も入れつつ、メンバーとして手紙書こうや話になりまして、お手紙でまあ1年残り1週間もない、ほぼ1週間ということで、まあ2024年一番一緒にいたメンバーとメンバーに感謝とかね、愛をちょっと伝えたいなということで、みんな手紙を書いてきたよね。書いてきました。書いてきました。じゃあそれをちょっと読んでいきますか。お願いします。緊張するね。なんかちょっと雰囲気が。はい、ということで今皆さん手元に自分が書いてきた手紙を持ってますね。これをまあメンバーにちょっと恥ずかしいけどね、まあこういう機会いい機会と思ってちょっと読んでいこうよ。そうね。じゃあ日向手紙。いきますか。緊張する。こっちも。いや緊張する。じゃあ一番上の颯からいこうかな。年齢順でね、日向は。一人ずつ書いてくれた。すごい。はい、じゃあいきます。颯、初めて会った時は怖くて仲良くなれへんかもってゆうととかに相談してたけど、今では一緒に買い物行ったりご飯行ったりゲームしたりでめっちゃ仲良くなれて嬉しい。服の好みが似てたりで一緒に買い物に行くのが楽しいからまた行こう。いつもみんなのことが見えてていいことやったり良くないことを言ってくれるのが俺にとってめっちゃ嬉しい。最強のお兄ちゃんです。いつもありがとう。日向より。ありがとうね。じゃあコキいくね。はい。コキへ、現場とかでいろいろ教えてくれたりお兄ちゃんしてくれてありがとう。いつも勉強になるしいい刺激をもらえてる。疲れてる日でも一緒にご飯食べに行ってくれたりわがまま聞いてくれてありがとう。ワイルドブルーのリーダーとしていつもほんまに助けてもらってて、コキの挨拶から始まるのが毎回今日も頑張ろうって思わせてくれる。これからもお兄ちゃんとしても犬としてもよろしくね。いつもありがとう。日向より。ありがとう。いいな。じゃあ直哉行こうか。直哉へ、いつも音楽のことをたくさん教えてくれたり好きな曲とかも似てて話せて嬉しい。この前も俺に似合う曲作ったからって言ってくれて、その曲もめっちゃかっこよくて嬉しかった。直哉はいつもこれやってとか何か言ったらすぐやって笑かしてくれたり、素直で面白くて優しい直哉にめっちゃ助けられてます。直哉と出会ってなかったら俺はワイルドブルーとしてここにいないからほんまにありがとう。これからもよろしく。いつもありがとう。日向より。嬉しい。ゆうと行こうか。ゆうとへ、同い年でいろんなこと話せて2人でご飯行った時もずっとよくわからんことではしゃいでいつも笑かしてくれてありがとう。仕事のことになると誰よりも熱心になって突き進んでいくゆうとがすごいなって思ってみて、俺も頑張ろうって思わせてくれる。同い年やけどいい意味で同い年には感じひん時あるし、お互い相談とかし合えて嬉しい。これからもずっとキャピキャピしてね。買い物行こうね。いつもありがとう。日向より。かわいい。なんかちょっと恥ずかしいな。いや、いいんじゃない。恥ずかしい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こちらこそありがとう。じゃあゆうと行く。僕マジで長いくなっちゃうんですけどいいですかね。行こうよ。でも渡す時に大使ったもん。いやちょっと文章量がえぐくてちょっとパッとこんなぐらいがすごいすごい。ちょっといいですか。もちろんもちろん。じゃあまずリーダーのこうきさん。はい。恥ずかしいですねちょっと。こうきへ、
初めて会った時思った印象のまんますぎて安心感がありました。話してみると僕と似ているところがあったり、男性の愛をすごく感じて、まるで僕らは前からすでに出会っていたな感覚でした。普段は僕の背骨をなぞって寿命を縮めてきたり、お尻を揉んでくるしで可愛らしさ全開なのに、移動中の車の中で台本を読んでいる姿、スタジオを借りてもらって一人で練習する姿、別のお仕事の撮影が終わっても夜に事務所に来て練習をする姿、ステージに立つ前にいろんなアーティストのパフォーマンス映像を見て研究している姿、番組出演の際にずっと進行台本を確認している姿、リーダーとして自分自身を変えようとする姿勢、作品の台本に丁寧に細かく書かれたメモなど、その他にもたくさんありますが、こういうギャップがすごく魅力的で素敵です。ついていきたいなって思います。この人になら任せられるなって思います。こうきが僕に自分の夢を語ってくれた時のことを覚えていますか？こうきは家族を幸せにしたい、自分の輝いている姿を見せて恩返ししたいって言っていました。絶対にできるし、一緒に叶えさせてください。これからも自分のことのように喜んだり泣いたりすることのできるこうきであり続けてほしいです。これからもよろしくお願いします。最高の景色を見よう。はい、という感じで。じゃあ次、颯君。颯、出会った当初は5歳も離れているし、仲良くできるのかなって思っていました。でも話せば話すほどもっと颯を知りたくなるし、人としてすごく不思議な魅力のある人だなと思います。僕がうまくできなくて落ち込んでいる時も励ましてくれたり、笑わせてくれたり、緊張していたら大丈夫って声をかけてくれたり、レッスン中に目と目があったらニコってしてくれたり、僕たちのために一生懸命寝る間も惜しんで振り付けを教えてくれたり、考えてくれたり、時には本気で怒ってくれたり、でも絶対に怒る時に好きだから言ってるんだからねって言ってくれたり、良かった時は良かったって言ってくれたり、でも僕が良かったって言うと恥ずかしそうにしたり、体調があまり優れない中でも僕が颯と撮りたかった振り付けを覚えにスタジオに来てくれたり、直接じゃなくてプロデュースチームの方にめっちゃメンバーのこと好きなのに恥ずかしくて言えないって言ってたり、 LINE 来てもすぐ返せないタイプって言ってたのにメンバーからの LINE の返信がめっちゃ早かったりなど、その他にもたくさんありますが、めっちゃメンバー思いな素敵な兄貴です。でも颯は辛い表情など一切見せないから、僕たちと一緒にいる時だけでもいいので見せてほしいです。本人は性格上絶対に出さないと言っていますが、それももしかしたら颯の優しさなのかなって勝手に思っています。ずっと僕たちのことを颯なりの優しさで包んでほしいです。これからもよろしくお願いします。 PS 颯へのボイスメッセージを再開しますありがとう。はい、じゃあ次、直哉。はい。直哉へ。初めて会った時、音楽やダンスのこととか、僕が初対面で緊張しないように優しくたくさん話してくれたことが今となっては懐かしいです。雑誌の撮影の際はその雑誌の歴史なども調べていくほどの真面目さ、練習が終わった後も筋トレをするストイックさ、どんなに僕が大丈夫だよって言っても決して言葉に甘えず、常に自分に足りないところを探して追求していく姿にすごく刺激をもらっていました。僕がイヤホンをなくした時に公園まで探しに行って見つけてくれたり、僕が体調を崩していた時に何かあったらカバーするから言ってねって言ってくれたり、レッスンで使うテーブルや椅子を率先して出したり片付けたり、何か悩んでそうなメンバーに対して声をかけたり、すぐに人のために行動に移すことのできる直哉は本当にかっこいいなと思います。それとここまで放っておけなくて守りたくなるような人間はあまり見たことがないです。愛されキャラとはまさしく直哉のことだなと感じています。このキャラクターは直哉の武器だし、絶対にこのままでいてほしいなと思います。音楽のことに関して話すときは特に目を輝かせながら話している姿が印象的で、僕のために曲を作ってくれたときは絶対に優斗に合うと思って夜中に音源とともに送ってきてくれて本当に嬉しかった。最後にちゃんと自分も褒めてあげてほしいなって思います。ストイックすぎて自分を見失ったり責めてしまったり、素直すぎて全部を受け止めてしまわないようにね。今の直哉は十分素敵だし、今のままでいてほしいです。何かあったらいつでも相談してほしいです。これからもよろしくお願いします。次、日向。初めて会った時、
今の日向からは想像もつかないテンションで相当無理していたんだなと思います。連絡をもらってすぐに上京してきて、もともとある4人の輪の中に入ることって決して簡単じゃないし、慣れない環境の中でたくさん苦しんでいましたね。駅で1時間以上話した時のことを覚えていますか？僕は日向に変に自分を作らずに自分のままでいていいよってことを伝えて、涙を流しながら話を聞いてくれましたね。でもそこから日向はすごく変わった気がします。今は日向の方から最近どうとか、何かあった大丈夫とか言ってくれて、もはや今は疲れた、喜んでる、悲しんでるがめちゃくちゃ分かりやすいです。たまに2人でご飯食べに行ったりすることがあるけど、その時の日向は弟のようにしか思えません。イルミネーションを見た時は子供のように喜んでたし、ご飯も美味しそうに食べるし、僕の話でめちゃくちゃ笑うし、プレゼントで帽子を渡した時もその場で喜んでかぶってくれたり、楽しそうにダンスを飾ったり、そんな無邪気な日向が最高に可愛らしいです。あと、日向は人の懐に入るのが上手だなと感じています。ずっと日向のスタンスのままで決していやらしさがなくて、自然と相手を楽しませて、最初は日向の方から質問しているのに、どんどん向こうが逆に日向を知りたくて質問をしだします。これは日向の天性のものなので大切にしてほしいなって思います。話は変わりますが、日向はよくラーメンに誘ってくれるけど、ラーメンはむくみやすいから別のものを食べに行こうあと、日向がおすすめしてくれたアプリゲームはまだ入れるか入れないか悩んでるので、もう少しだけお待ちください伝える順番がぐちゃぐちゃですが、これからも楽しんで自分らしくお互い切磋琢磨して成長できたらなと思います。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。言うかなと緊張する。じゃあ僕がいきます。失礼します。もう一人ずつに当てて。僕は逆に年下からこうやって、最後コキリーダーを向けて。日向へ、韓国で初めて会ってからもう2年が経つらしい。早すぎ。好きな菓子パンを一緒に買いに行ったり、つけ麺食べたり、ピザ食べたり、踊ったり、お互いの悩みを相談したりしたね。その時はまさか一緒に日本でアーティストになると思っていなかったね。友達という関係からお仕事をする関係になって、お互い最初は戸惑って僕の部屋でいろいろ話したよね。でも今では日向の周りを見る力、流行に敏感なところでめちゃくちゃ助けられてます。日向の高校の卒業式の日に電話して本当に良かったと思ってます。今度うちにレコーディングしてきてね。これからもよろしくお願いします。なおやより。はい。じゃあ次、ゆうと。はい。まだメンバーが集まりきってない時によく2人で練習したよね。もう毎日クタクタになって動かれへんくらいめっちゃ懐かしいなって思います。こんなに早く他人に打ち解けられたのは初めてって言ってくれた時覚えてるかな。僕はその時すごく嬉しくてテンションが上がったのを覚えています。ゆうとが練習しているところを見るといつも元気が出て自分も毎日戦おうと思います。刺激をありがとう。僕らの中でこの世界の歴が長くていろいろなことを経験しているのに、そんな感情を一切出さずに謙虚に優しく接してくれてありがとう。これからもふざけ合ったり練習しようね。これからもよろしく。なおやより。なおやより。はやて。はやてに手紙を書くのが実は一番僕の中で照れるんよな。ほんまに最初に会った時とか僕がはやてファンやったってのもあり、グイグイ話しかけて少し鬱陶しかったかなって今では思っちゃいます。でも最近は自分の中で成長したくて、はやてにばっかり頼って迷惑かけないでおこうとか思ってたけど、それは実ははやてのことを好きすぎるあまりの行動で、一緒に練習したりミーティングするにつれてやっぱりはやてくんに頼ってもっともっとはやてくんのことを知りたいと最近は思うようになりました。これからもっと鬱陶しく連絡しちゃうと思います。また一緒にラーメン食べに行ったり服見たり秋葉行ったりしたいです。あの時僕のスマホの画面に出てきてくれてありがとう。韓国のアーティストでもなく
車屋さんでもなく服屋の店員さんでもなくワイルドブルーを選んでくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。直哉より。ありがとう。はい、じゃあ最後コキ。はい、出会ってからもう8年が経つらしいです。僕はよくメンバーから刺激をもらうんですが、一番刺激をもらうのがコキです。今でも一緒にダンスをした日、家に泊まった日、部活で遠征した日、相談したりされたり、マジで鮮明に覚えてます。その一日一日の発言行動が僕の心に力をくれましたし、成長できました。昔から音楽の趣味、ダンス、笑いのツボとかいろいろなことで波長があって、僕は勝手にコキと出会ったのは必然だったのかなと思います。時々不思議になります。コキがもう22歳とか、ドラマで主演とか映画で主演とかすごすぎるけど、僕は分かってました。この人は行くんやろなってマジで思ってます、今も。だから僕の願いは、気張りすぎずコキらしくこれからもいてください。明日もそのまっすぐな笑顔でワイルドブルーを幸せに輝かしてください。これからもよろしくお願いします。名前はい。危ねえ危ねえ。みんなありがとう。ありがとう。俺やな、苦手かもどうしよう。自分で言ったくせに。でもまあ読みますね。お願いします。僕は一応メンバープラスでこう個人的に書いていってるので、それでいきます。メンバーへ、まずは、ワイルドブルーとして出会ってくれて、俺の居場所を作ってくれてありがとう。伝えるのも下手だし、みんなに愛情は伝わってないかもしれんけど、すごく大切に思ってます。いつもきついことを言ったり直球でダメ出ししたりするけど、みんなへの愛です。だから今日はその愛だけを伝えようと思います。コウキ、いつも楽しそうに踊るところが大好きで、こんなに花がある人がリーダーで中心になってくれて最高の場所に来たなと思います。いつも言ってるけど、リーダーでありリーダーじゃなくていいから、自由に進む方角だけを決めてくれたらいいと思ってます。縛られずに楽しく、それが一番魅力的だと思います。直哉、メンバーの中で一番きつく怒ったり注意したりするけど、直哉のことを人一倍見てる証拠やでと。直哉は本当に素直でまっすぐな子ではないと思う。でも音楽とかメンバーに対しては本当に素直でまっすぐやと思う。素直じゃないところ、プライドを持ってるところ、そんな根っこがあるからこそ直哉の魅力があると思ってるから、そのままでいてね。言うと、自分がどう見えるか、どう感じられるか一番見える子だから、その分自分を作ったり我慢したりしてるところをよく見るよ。何度も言うけど、ここは優斗の居場所で家族みたいなもんだから、ここではうるさいマシンガン優斗で居続けてね。そのストイックさがパフォーマンスに全て出てると思うから、そこも変わらず。けどもっともっと頼って成長してどでかい男になってね。ひなた、本当に末っ子かと思うくらい周りが見えてるし、パフォーマンスも自分のカラーがはっきりあって羨ましくも、すごい末っ子を持ったなと思います。家では長男で、なんか俺と似てる過去も多くて、だからここでは絶対お兄ちゃんになってあげるからね。そのまま学ぶことは学んで、色気最強末っ子でよろしく頼みます。これからもバンバンみんなに怒るし、バンバンでも褒めるから、頼りない長男やけどそれなりにやっていくのでついてきてな。来年もカットバスと隼より。はい、バットでね、バットでね、バットでね。はいね。いやいいね。ありがとうございます。じゃあ最後僕ですね。お願いします。いいね。ちょっと頑張ってやります。メンバーへ。今ふと思いましたが、手紙を書くのって難しいし、
手紙って聞くだけで書くだけでちょっと照れるね、けどこういうアナログな伝え方ってこうやっぱり伝わり方が違うし、自分の思うことを字で書いてみると自分もこんな風に思ってるんだって再確認できますね。まとまってないかもやけど読ませていただきます。まず直哉、やっぱり改めて思うとここに一緒におるのがすごいね。お互いが引き寄せ合って自然にお互いが必要としているんだなと思います。スターリーの声を聞くと見てて一番一緒にいて落ち着くケミだとこう耳にして、なんか俺らの雰囲気が伝わってるんだなって思って、なんとなく嬉しかったです。あとは直哉は音楽オタクになってからさらに目がキラキラしだして、勝手にこれもなんか嬉しくなってました。これからもその素直さと音楽でみんなを巻き込んでいってください。次にひなた、勝手ながらいつも俺の心の安定剤になってくれてありがとうございます。ひなたの近くにいると自然と穏やかになります。多分ひなたの周りには俺みたいなそのマイナスイオンみたいなものを必要としている人が寄ってきてて、いつの間にか受け取った人は自然と笑顔になる。そんなエネルギーとパフォーマンスのギャップでたくさんの人を魅了していってください。すくすく育つんだぞ。次に言うと、とにかく何事にもまっすぐで、それでいて小さい頃から努力で培ってきたちょっとした変化球も持っていて、そんな前に立つバッターはもう思いっきり振り切るしかないんだよなって思います。パワーでもなく技術だけでもないユウトはワイルドブルーのバランサーだと勝手ながら思います。似てるところが多いねって自分らで話すくらいお互いのことを知ってきてはいるけども、ユウトの根っこの部分をもっと掘り起こしたいと俺は思ってるし、ユウトもいつも通りまだまだ話足りないだろうから、また2人で話そうね。最後に楓、サブリーダーとしていつも隣で支えてくれてありがとう。俺に足らないところを颯は持っていて、それにいつも助けられていて、リスペクトゲージがぐんぐん上がっていく一方で、俺にできることはなんだと考えた時に、そのどんな形にもなれる粘土みたいな長所をきれいに整えてあげる役割だなと俺は思いました。今もそうですけど、違う歯車をそれぞれ持っている中で進んでいきたい方向は同じ。長所短所が別々やけどいい具合に絡み合って進んでいく。ありきたりな言葉で最後恐縮やけど、マジで良きライバル、お互いを支え合う良きパートナーとして、これからワイルドブルーの進むべき地図を記していきましょう。家だ、みんなこれからも変わらず頑張ろう。みんなが大好きです。コキサンタより。ありがとうございます。いいよね。照れるわ、ちょっとなんか。いやー、すごいいいものでした。いい時間でした。いやいいな。はい、ということでいけへんなんか気持ち的にね、いやまあそれぞれのね、まあ、手紙を聞いても分かるし、まあ俺らはもっとね日頃から実際にお互い関わり合っている仲として、まあ、手紙を聞いてもっとこうしようとか、もっと頑張ろうとか思うことがたくさんあったと思いますが、まあこの5人で同じく支え合って5人でじゃないとみんながやりたいこととか見せたいものとかね無理だと思うので、5人で来年も頑張っていきましょうよ。はい。はい。もう言うたら締めですね。締めでございますね。締めですよこれ。締め。はい。
ということで今回は本当に企画盛りだくさんで、はい、プレゼント交換もして、はい、しみに手紙も読んで美味しいものも食べて楽しかったです、ありがとう、ありがとう。最高の締めになりましたね、2020年。ということで、また来年お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ハッピーホリデー。ハッピーホリデー。ありがとう。ありがとう。